皆さんこんにちは、ゆかです。あれこれラジオ第10回始まりました。あれこれラジオは日本語を勉強している方向けのラジオです。日本語でいろいろなことについて話をします。YouTube の他に Apple Podcast や Spotify などでも聞くことができます。通勤・通学中などにぜひお好きなプラットフォームから聞いてください。YouTube の方では日本語の字幕と外国語の翻訳がつきます。字を見ながら音声を聞きたいという方はぜひ YouTube から動画をご覧ください。それでは早速始めましょう。今日のあれこれラジオのテーマは最近嬉しかったことです。事前にインスタグラムや YouTube の投稿欄で皆さんからメッセージを募集しました。皆さんが感じた嬉しかったことについてここでシェアしたいと思います。まずはいつも通りお茶とお菓子を紹介します。あれこれラジオはいつもお茶を飲みながらお菓子を食べながら話をします。今日のお茶はこちらのフレーバーティーです。白井製茶という岐阜県にあるお茶の会社が作っているフレーバーティーです。中に入っているのは緑茶と柚子の皮、そしてレモンの皮、これは全部国産です。日本で作られているお茶と柚子とレモンを使っています。その他にローズヒップ、ジンジャー、レモンマートル、エルダーフラワーなどが入っています。このお茶の色はまさにこのパッケージと同じような黄色です。とっても綺麗で、そして香りも良くて美味しいお茶です。そしてお菓子はこちらの炭酸せんべいです。こちらの炭酸せんべいは私の出身兵庫県の有名なお菓子です。私も子供の頃からよく食べてきました。で、今日私がこれから食べようとしているのは伝統的な炭酸せんべいではなくて、ちょっと新しいタイプの炭酸せんべいです。中はこのように小分けのパッケージになっています。で、昔から私たちが食べてきた炭酸せんべいというのはこの外の部分だけです。薄いせんべいの部分だけがたくさん缶の中に直接入っているというタイプです。それがちょっと伝統的な昔からある炭酸せんべいで、今日これから食べようとする炭酸せんべいは中にクリームが挟まっています。そのようなちょっと新しいタイプの炭酸せんべいです。じゃあ開けてみましょう。1枚ずつ袋に入っています。薄く焼いたこのせんべいで、この間にね、ちょっとこの動画では見えづらいんですが、この中に実はクリームが挟まっています。なのでこう表と裏と2枚このせんべいが使われています。じゃあいただきます。サクサクで美味しいです。今ちょっと食べたのでこの中が見えましたね。わかりやすいかなと思います。中にね、このようにクリームが入っています。本当に久しぶりに食べました炭酸せんべい。ちょっとここにパッケージにね、クリーム炭酸せんべい、炭酸せんべいについて書いてあります。明治以来の炭酸せんべいにまろやかなクリームを挟みました。軽いせんべいと舌にとろけるクリームの香りはどなた様にもきっとお気に召すことと存じます。クリームにチョコレート、ストロベリー、レモン、抹茶の4色を入れました。ぜひご賞味ください。ということです。4種類あるんだね。私が今食べたのはクリームです。多分一番定番の味だと思います。ただこの炭酸せんべいを作っている会社ですね、宝塚小金屋という会社なんですが、創業は明治30年です。ずいぶん古い会社ですね。歴史がある会社です。皆さんももし兵庫県旅行へ行くことがあったら、ぜひ炭酸せんべい買ってみてください。
はい、それでは早速今日の話を始めましょう。今日のテーマは最近嬉しかったことです。皆さんから事前にメッセージを募集したので、その中のいくつかをここでご紹介したいと思います。まずは、YouTube の方で書いてくださった方、ケミ5866さん、メッセージありがとうございます。努力した後の素晴らしい結果、例えば試験に合格するとか、好きな人のためにプレゼントを準備して、それが相手が好きだったものだった時、それが幸せなことだと思います。はい、なのでこのケミさんは努力した結果、自分が頑張った結果がこう出た時、目に見えて分かった時に、ああ嬉しいというふうに感じるということですね。このケミーさんはよく私の遊学班に参加してくださってる方ですね。前回は神戸で開催したんですが、神戸の遊学班に来てくれました。はい、その時にね、会社の試験があると言っていて、で、日本の旅行中だったんですが、ホテルで一生懸命勉強をしていました。はい、結果はどうだったんでしょうか。でも自分がこう頑張って準備したこととか、またプレゼントとかもそうだし、何でもこう自分がね一生懸命やったことの結果が見えるっていうのは本当に嬉しいことですよね。その気持ちはすごくよくわかります。はい、ありがとうございます。それから続いて、こちらも YouTube の方にメッセージをくださったサイさんです。ありがとうございます。最近嬉しかったことについて、親友は名古屋に行ったので、私はいろいろなお土産をもらいました。お菓子の中で限定販売の抹茶ショコラは甘くなくてサクサクした食感で美味しかったです。お土産をもらった時、お菓子を食べた瞬間は幸せです。そのためお土産の仕事をやりたいと決めました。人に幸せな気持ちを伝えたいと思います。はい、ということで、このサイさんは親友がお土産をくれて、そのことがきっかけで新しく仕事を始めようというふうに思った。それが最近嬉しかったことですね。確かにお土産の仕事ってなんだかこうとても幸せな気持ちになれる仕事だなと思いますね。まず旅行に行くということはとても楽しいこと、嬉しいこと、幸せなことですよね。そしてその旅行に行った先でお土産を選ぶ時というのはもちろんその気持ちは楽しい気持ちですよね。どれにしようかなとか、あの人にはどれが一番喜ばれるかなとか、いろいろ考えながらその選ぶ商品、それを作るというのはその人の旅行の時の楽しみをもっとこう増やすというか、みんなの笑顔を作るきっかけになるような、そういうお仕事だと思います。こう幸せが伝染していく感じですね。例えばそのお土産を作っている会社の人が幸せで喜んでくれたらいいなと思って作ったその商品を旅行に行った人が買って、そしてそのお土産をまた友達とか同僚とか家族に渡したら、その友達、家族、同僚も嬉しい気持ちになってという、幸せがこう伝染していく、伝わっていく最初のきっかけになるので、確かに素晴らしい仕事ですね。そっか、じゃあ最近嬉しかったこと、そのお土産をもらって、よしお土産のお仕事をやろうって決めましたっていう、そういう大きなことがあったんですね。いいですね。サイさんありがとうございます。メッセージ。そして、次の方、こちらも YouTube の方にメッセージをくださいました。シャーレネチェン1008さんです。ありがとうございます。2年ずっと楽しみにしていた大阪万博、ついに来月そこへ向けて出発します。前回関西へ行ったのは1997年のことでした。
今回の旅行は先生のふるさと神戸に2日間遊びに行きます。はい、ありがとうございます。大阪万博ついに始まりましたよね。でこの方は前回関西へ行ったのは1997年のことなので、本当に久しぶりの関西旅行ですね。1997年か。多分大阪の駅とか一部のね、そういう街の景色というのは変わったと思います。特に大阪の駅周辺の商業施設はもう全然違いますね。あの辺は結構再開発が進んだので、大阪駅へ行った時びっくりするんじゃないかなと思います。楽しみにしていてください。はい、そして私のふるさとの神戸にも2日間遊びに行くということで、それも本当に楽しみですね。じゃあその旅行へ行くことが決まったというのが最近嬉しかったことかな。はい、ぜひ旅行を楽しんでください。そして何が面白かったのかぜひ教えてください。私夏に行きますので、大阪万博のね遊ぶ参考にさせてください。はい、ありがとうございます。そして続いてこちらはインスタグラムの方にいただいたメッセージです。娘が原因不明の嘔吐を繰り返し、点滴の治療をして8日後にようやく回復しました。本当に感謝して嬉しかったですということ。はい、よかったですね。娘さん無事で、原因不明というのもとても不安ですよね。でも8日後には回復したということだったので、今はもうすっかり元気で走り回ったりできてるのかな。最近この健康について私考えることが時々あるんですよ。自分の両親とか親戚とかもだんだん年を取って高齢者になっていきますよね。でその時にやっぱり健康は大切だと彼らを見ていてね、本当に思うんです。今私の年代だと健康に問題がある人というのはほとんどいないんですね。友達とかでもみんな大体元気なんですけど、でもやっぱりね、年齢を重ねれば重ねるほどいろいろな問題が出てきやすいですよね。健康は大事だなと思って、この健康について最近ある人から言われてハッとした言葉があるんです。ハッとしたというのは、とても驚いて、そしてその言葉が今まで思いつかなかったので新鮮に感じたという、そういう時にハッとしたと言いますが、本当にハッとしたこと、何かというとね、老後のためにみんなはお金の心配をする。日本人も多分他の国の人もそうかなと思うんですが、自分が年を取って仕事ができなくなった時に生活するためのお金を準備する必要がある。いくらぐらい準備したらいいのか、今の貯金で十分なのか、物価が上がっていったら自分の生活はどうなるのかという、そういうお金の心配はみんなする。だけどお金は人から借りることができる。またもらうこともできる。だけど健康は人から借りることは絶対できないし、もらうこともできない。全部自分で何とかしないといけない。これを聞いた時にハッとしたんですよ。今まであんまりそういう老後のお金とか健康とかそこまでね真剣に考えたことがなかったんですけど、その人からそう言われて、確かにそうだ、健康は人から借りられない、でもお金は借りられる。そうですよね。友達とか家族から借りられるかもしれないし、銀行から借りられるかもしれないし、でも健康は絶対に借りられないですよね。ちょっと1ヶ月だけあなたの健康を貸してとかできないですよね。全部自分で頑張って準備する必要がありますよね。なので確かに健康というのは一番大事だとね、その時ハッとしました。元気があれば何でもできるっていう言葉があるんですけど、これはアントニオ猪木というプロレスの有名な人の言葉なんですね。で、昔は私はそれを聞いた時になんかよくわからない
なんかバカっぽいって思ってたんです、正直ね。でも今は本当にその通りだなと思います。元気があれば何でもできる、健康だったら何でもできる、本当にそう思います。なので健康であるというのは本当に幸せなこと、嬉しいことですよね。はい、また健康に関してね、他の方も同じようなメッセージをくださっていて、自分の愛する人と友達が健康で、そして平安であること、それが嬉しいことというふうに書いてて、本当にそうですね。やっぱり誰が大事って自分も大事ですけど、自分の近い人、例えば家族とか身近な友達とか、自分の近い人が健康で、幸せで平安であるというのは、結局自分の幸せでもありますよね。自分だけ健康で幸せで周りが不幸で不健康でっていうのはあまりいい状況ではないですよね。なのでみんなで一緒に楽しく平安で健康でっていうのが本当にいい状態だなって思います。なのでこのティナさんはすごくいい状態にありますね。はい、ありがとうございます。それからあとは日本語の勉強に関して、嬉しかったことというのを送ってくれた方もいます。5年間日本語を勉強していて、ちいかわとかそういうアニメを見ることができるという、そういう嬉しかったことをシェアしてくださった方がいます。確かにね、勉強のスピードは人それぞれで、目的も様々なので、すごく短い時間で上手になる人もいれば、長い時間かけてゆっくりとのんびりと上達していくっていう人もいますね。でもこの方は5年かけてゆっくりとのんびりと日本語を勉強していて、そして日本の作品もね見たりしてるっていう、確かにね、それは嬉しいことですよね。自分がどこかで勉強した単語とか挨拶の言葉とか、そういうのが作品の中に出てきて、この単語わかるとか、この挨拶知ってるって、そういう時の瞬間は本当に嬉しいですよね。わかります。それは外国語を勉強している人はみんな共通してわかる気持ちなんじゃないかなと思います。嬉しい瞬間ですね。はい、ありがとうございます。はい、それでは今日のあれこれラジオはここで終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。次回のあれこれラジオのテーマは小学生の時に流行ったものです。皆さんが小学生の時どんなもので遊びましたか？何が流行していましたか？ぜひコメント欄で教えてください。次のあれこれラジオの中でみんなに紹介します。ちなみに私が小学生の時に流行っていたもの、おもちゃで言ったらたまごっちというおもちゃが大流行していました。実はこのおもちゃ最近もねまた人気が出てきているそうなんですが、私が子供の時も友達の間で大流行していました。そういう感じで小学生の時に流行ったもの、おもちゃでもいいし、遊び、こういう遊び方が流行ったよとかでもいいし、あとは作品ですね。例えばアニメとかドラマとか漫画とか作品が流行ったよとかでもいいし、何か皆さんの小学生時代の流行ったもの、思い出について教えてください。はい、それではまた次回のあれこれラジオでお会いしましょう。バイバイ。